最近のニュースなどでフェンタニルという言葉が日本でも知られるようになりましたよね。話題になってきた言葉になるんですが、実はアメリカで2010何年あたりから大変な問題が起きていることについて今日お話ししたいと思います。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。数年前だったら日本人にはフェンタニル、俺がもうたまに説明しようとしたら何あれ、なんだっていう風になったんですが、発音が悪いのか、日本では問題というか話題になってなかったことなんですが、アメリカではもう2010年、2010何年あたりから誰でも知っている大変な問題がアメリカ国内、特に大都市、もう田舎の町まででも大変なことが起きています。私はあんまりこの動画の中では載せませんが、ゾンビという動画を見てませんか？ X にも流れてるし、インスタにもあるし、他の多分 YouTube にもいるんですが、ゾンビみたいに立ってて変な格好して、ゾンビみたいに立ってる人がいっぱいいるアメリカのああいう映像見たことありませんか？それはフェンタニルをやった後のことなんですよ。フェンタニルというものはどんだけ危ないものなのか、どんだけ社会がこの薬で一気にダメになるのかということをぜひ説明させてください。そして最後に今日本国内でフェンタニルの経由地としてという話題についても一言を言わせていただきますが、その前に日本にも本当に注意を打ちたいと思います。フェンタニルは今までの薬物と違ってわずかもう塩とかぐらいの本当わずかの量で人が死ぬ、人の死につなぐことがケースがものすごくあります。非常にパワフルな今までの薬と全く違って、もう一回やっただけで中毒になる。もしくは一回間違えてやっただけで亡くなる人も少なくはいません。2022年、2023年、アメリカの CDC、アメリカの健康省の話のことなんですが、アメリカ国内で少なくとも10万人ほどのフェンタニルで死んだ人が10万人以上ですよ、1年間。なぜこの問題が起きてきたのか。なんでアメリカの国内でこんな危険なことになるのか。なぜこんなに長年続いてきたのかということを説明します。もともともう90年代、2000年代に入ってからでもそうなんだけど、アメリカの処方箋薬の薬でアヘンが入ってた、痛み止めのことですよね。で、ものすごい処方もされたんですよ。処方箋薬に完全に頼って、もうやめられなくなってしまった。処方箋、ちゃんと医者から数多くもう、錠剤から行くと、何百万人がこの薬を飲んでるのか、みんな飲んでるんじゃないか。みんな、一つの町の人の人口から行くと、みんな一日に何十錠飲んでるような変な出し方、汚い裏のやり方、汚い、本当は犯罪的なことがあって、確かに犯罪になってて捕まった人とかもいるんですが、その薬があまりにもそのアヘンが強いから、自分の体が全くそれにもう頼ってしまっているので、今度消耗されなくなってしまうと、裏のところから、それより安く、自分の手元から今度お金が出るってなると、安い方に行くから、フェンタニルの問題が起きてしまったわけです。フェンタニルのがヘロインとかアヘンとかとの違いが元の花でできたものではないです。完全に化学化、もうケミカルでできているものですので、さらに危ないものです。その元のケミカルは主に中国で作られていることがよく報道されています。そのものが今までもうアメリカ人も知らない人がいないと思うんですが、その元のケミカルが中国からメキシコを経由して、メキシコのカーテル、薬物ギャングの人たちが、それを今度また混ぜて、あれして、アメリカに密売でもう裏で、特に過去の4年で公共が完全にオープンの間に、ガンが入ってきたフェンタニルが、アメリカのホームレスの人たちとか、金のない薬物にハマってる人たちに
安くどんどん行ってて、いろんなところで、いろんな街で、サンフランシスコ、ロサンゼルス、ニューヨーク、シカゴ、などなどのところ、ダラスの一部でもそういうところもあるんですが、海岸の特にロサンゼルス、サンフランシスコ特にもう行っちゃってるんですが、見たらびっくりしますよ。ホームレスだけじゃなくて、ホームレスでゾンビの状態になってる人たちが少なくはいないです。ロサンゼルス国際空港から出て、最初の道では、人もいるんです。もっと怖いのは、この薬に関しては、薬物やったことない若者、友達と遊びに行って、なんかね、飲みながらとかバカな判断しちゃって、なんかやってみよう。これ飲んだらすごくいいとか。学生さんが明日勉強なんだから、カフェインっぽいそういう薬あるんじゃないんですか。寝ないようにっていうのは。友達に勧められて、これもね、すごい効くよって、これ絶対寝ないって。まあね、昔はさ、いろいろね、友達同士で、飲んだり遊んだりしている中で、これやりませんかとかっていうの時代があったと思うんですが、今とその時とまた随分違うのは、何が入ってるのか。見た目がこうかもしれないんだけど、本当のそういうものなのか。それかもう一つだけ、間違えただけで、わずか、フェンタニルはこのぐらいだけで、数十人、数百人、数十万人ほどの死者、もう死ぬ人が出る可能性がある。アメリカ国内でこれも一般常識なんですが、日本で今フェンタニルが経由地として名古屋の方でもしかして中国の企業がこうやってるということが話題になっているからこそ、フェンタニルのことを知ってほしいです。最近、X にもよく流れてるんですが、大阪、西成の方でものすごいフェンタニルで飛んじゃってる、られてる若者っぽい人が歩いてる映像がものすごくネット上では出回ってるからこそ、日本にアメリカのフェンタニル問題みたいはね、もうなってほしくないなと思って、この動画でこの話をさせていただいているところですよ。一気に人間がダメになる。一気に人が死んでしまう。一気に中毒になってしまう。一気に社会がダメ、もう街が壊れる。ダメになることしかないので、要注意ですよ。よく今までの薬物より数百倍、数千倍、数百万倍やばいものなので、気をつけよう。アメリカ国として中国との間のいろんな関税などの話とか、特に今の政権強いから、これ絶対いろんな、中国だけじゃないんですよね。メキシコ、カナダとの間でも話になってると思いますよね。関税の話もしながら、いろんな話しながら、この薬がもうアメリカに流れてこないように、トランプ政権がものすごい強く取り締めようとしていると私は信じています。トランプ政権になって半年間、多分日本では間違いなくニュースにも全然なってないし、報道されないかもしれないんですが、バイデン政権の間に、南メキシコとの間の国境に毎週数千人、数万人のレベルの不法移民が先月6月でゼロです。やろうと思えば、公共を強化して、もう締めることは十分にできます。が、日本では報道されてないかもしれないんですが、もちろん、そのぐらい厳しく取り締まっている公共だったら、薬も、フェンタニルも、他のものも、変なものを、どんどんアメリカに入れにくくなったからこそ、中国のメーカーさんとメキシコのカーテルなどなど、他のところとか、他の経由地とかって、やっぱり、らいお金になるからこそ、他のルートなどをいろいろやってるんじゃない、開発中なんじゃないのかな。なので、名古屋の話はどうかなんか私はわかりませんが、もし本当だったらすぐに動いてほしいんですが、日本の政府にも動いてほしいんですが、それよりもフェンタニルは日本国内に流れていったら、流行ったら、一気に日本国内いろんなところがダメになることが間違いなく十分に考えられることなので、要注意をっていうことです。言い過ぎてるわけ陰謀論ではありません。自分でいつも言うんですが、自分で調べてください。スティーブがこう言ったからって全部信じていいわけではないので、自分で調べてください。私は調べた結果、
得た知識などを共有しているだけな他で調べてください。でも、本当に今までのものと全然違う、危ない、危険なものです。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。本購入された方に感謝込めて本当にありがとうございます。本当に嬉しいです。そのおかげで3つ、ジャンル別のカテゴリーが1位になっているので、ありがとうございます。フェンタニルについても確かにもう書いてあります。フェンタニルの問題、アメリカ国内、アメリカの国民としてフェンタニルの問題などなどについていろいろ書いてあるので、ディープステートなんですが、社会的ないろいろ、我々は国民、アメリカ国民、日本の国民はもっともっと自分の国を取り戻さなきゃいけないことなどについていろいろ書いてあるので、よかったらぜひ読んでみてください。Amazon と日本の本屋にも置いてあるので、よろしくお願いします。4月24日、東京目黒で、徳間商店の本社で講演会やります。このブックが出た記念として講演会とサイン会と握手会ですよね。ステッカーのプレゼントも持っていくので、詳細はこちらにあります。ぜひチェックしてみてください。チケットが限られているので、今のうちですよ。よろしくお願いします。そして、StevePOB の独自のグッズがあります。StevePOB.jp はオフィシャルサイトなので、Amazon にもありますが、StevePOB オフィシャルサイトをご利用いただければありがたいです。こういうキャップもあったり、T シャツもあったり、ステッカーとキーホルダーといろいろオリジナルグッズもあるので、よろしかったらチェックしてみてください。最後に7月26日と27日、愛知スカイエクスポで初めての夏音メッセが開催されるので、アメリカからそのイベントに行きます。その時はね、ステージが中のホールなので、ステージの前あたりにスティーブのブースもあるので、そこにハードカーゴさんのデモカーと、私のブースと、もしこの本を購入された方がいれば持ってきていただければ、その場でもサインさせていただきますので、ツーショットとサムズアップで、その時しましょう。よろしくお願いします。今回ちょっと暗い話なんですが、これからのために、そして若い人たちにもこの動画見ていただければ、あのおっちゃんが言ってるのなんだじゃなくて、このおっちゃんが言ってることは正しいことが多いので、それ聞いてください。若者にも伝えてください。よりも親として、この知識持たないと、今若い人についていきにくいところもあると分かってるんですが、持っておかないと何があるのか変なことを見るとより詳しくなってください。少しでもプラス、今日のトークでそれに少しプラスになったら、私も嬉しいです。日々、前進前向きに、サムズアップ的にやっていきましょう。よろしくお願いいたします。では失礼します。